2021年に誕生30周年を迎えたソニックシリーズ。これまで主人公のソニックをはじめ、数多くのキャラクターが登場してきました。そんなシリーズを彩る魅力的なキャラクターたちの中で、最強は一体誰なのか。今回は、ソニックシリーズの主要キャラを何体かピックアップして、各キャラクターをスピード、パワー、体力、IQ、戦術、メンタルの6項目から徹底分析。ソニックシリーズの中で最も強いキャラクターを決めていきたいと思います。今回エントリーするのはこちらの11体。どのキャラもソニックシリーズを代表するキャラクターたちだぜ。一体誰が頂点に輝くのか、ぜひ最後までお楽しみください。それでは早速行ってみよう。第11位は、ソニックの相棒、テイルスことマイルスパワー。日本の尻尾を持つ小狐で、ソニックの最も古い友人です。機械いじりが得意で、飛行機で空を飛び回っている姿も印象的だぜ。また驚くべきことに、テイルスはまだ8歳なんです。8歳にしてこれだけの発明をしてきたわけですから、間違いなく世紀の大天才と言えるでしょう。そんなテイルスが、なぜ11位なのでしょうか。まずはスピードについて。よくソニックの後ろをついて回っているテイルスですが、走るスピードはソニックより遅いと公式から明言されています。彼の本名であるマイルスパワーという名前も、時速を意味するマイルズパワーが由来となっており、ソニックより遅いということが強調されていますね。ただテイルスは、2本の尻尾を回転させて空を飛ぶことができるので、機動力はかなり高い部類に入るでしょう。またなんだかんだでソニックについてこれているので、ソニックより遅いとはいえ、そこそこのスピードは有していると考えられます。そのためスピードに関しては、星3つとしました。続いてはパワーについて。テイルスはメインの戦闘員ではなく、どちらかというとサポート役に回ることが多いキャラクターです。決して戦えないわけではありませんが、戦闘の際は自分が作った乗り物に乗ったり、自作の爆弾を使うなど、メカに頼ることが多いですね。そしてそういったメカも、火力より機動性や使いやすさを重視していることが多いので、パワーについては低めの評価としています。続いては体力です。テイルスは2本の尻尾をプロペラのように回して空を飛べますが、すぐに疲れてしまいます。また主にメカで戦うスタイルであることや、8歳という年齢を考えると、耐久力も高くはなさそうです。よって、体力も低めの評価としています。続いては IQ について。テイルスは若干8歳にして、飛行機や爆弾、宇宙人用の翻訳機を開発するなど、まごうことなき大天才。その優れた頭脳を用いて、どんな状況でも必ず突破口を見つけ出します。IQ300 超えのドクターエッグマン以上の頭脳を持っているという話もあるので、IQ に関しては、文句なしの最高評価としています。続いては戦術です。非常に頭脳明晰なテイルスですが、意外と戦略を立てて戦うことは少ないです。例えばソニックアドベンチャー2という作品でソニックが冤罪で捕まった際は、真犯人を見つけるのではなく、牢屋を襲撃して助け出すという脳筋のような手法をとっていました。しかも牢屋への侵入方法も正面突破だったので、戦術は皆無でしたね。テイルスは典型的な発明家タイプなので、戦局を見極めたり敵の裏をかくといった駆け引きは、苦手なのかもしれないです。とはいえ IQ は抜群に高いので、今後への期待も込めて、戦術は真ん中の評価としています。最後はメンタル。以前は他の動物からいじめられていたこともあり、気弱な性格をしていたテイルスですが、今ではそういった面はあまり見られず、敵に対しても勇敢に立ち向かう場面が多く見られます。ただしまだ若干不安定な面もあって、自分に自信が持てなくなる場面も時折確認できるので、メンタルについても星3としています。このようにテイルスは、その高い頭脳を活かして色々なマシンを開発できるものの、戦闘に特化したタイプではありません。現時点ではサポートの方が得意なキャラクターなので、今回のランキングでは11位にランクインしています。いつもめちゃくちゃ頼りになるけど、単独だとまだそこまで強くはないキャラクターだぜ。第10位は、自称ソニックのガールフレンド、エミー・ローズ。いつも明るいムードメーカーで、とにかくソニックのことが大好き。戦闘では愛用のピコピコハンマーを用いて、ソニックたちに引けを取らない活躍を見せてくれるぜ。そんなエミーが、なぜ10位なのでしょうか。まずはスピード面から見ていきましょう。昔のエミーは動きが遅かったのですが、それはもう過去の話。最近ではかなり動けるようになってきています。ゲームによってはスピードタイプのキャラに分類されることも多いので、スピードについては星4としています。続いてはパワーです。エミー・ローズの特徴といえば、やっぱりこのピコピコハンマー。戦闘になるとどこからともなくハンマーを取り出し、ソニックたち顔負けの活躍を見せます。エッグマンのロボットも簡単に叩き潰しているので、パワーについても高めの評価としています。続いて体力。率先して戦闘に参加していたり、よくソニックを追い回していることから、エミーはある程度の体力は持ち合わせていると考えられます。一方でボクササイズをしてかなり疲れている描写も確認できるので、体力があるとは言っても、一般的なレベルなのでしょう。また12歳という年齢を考えると、敵の攻撃などに対する耐久力も、あまり高くなさそうです。よって体力については、少し低めの評価としています。続いて IQ について。エミーは IQ についても、一般的なレベルだと考えられます。テイルスのように発明ができるわけではないですが、だからといって頭が悪かったり、特別機械に疎いというわけでもありません。
そのため、IQ についても真ん中の評価としています。続いては戦術。元気にハンマーを振り回している姿からは想像つきませんが、実はエミーは、ソニックシリーズきっての戦術家です。例えばさっきご紹介したソニックアドベンチャー2で、冤罪で捕まったソニックを助け出す際、テイルスが正面突破でゴリをしている隙に、エミーはこっそり牢屋に侵入。ソニックを助け出しました。しかもその道中で、しっかり鍵も手に入れてくる有能っぷりです。またソニックフォースという作品では、エップマンに対抗するレジスタンス軍の一員となった際、軍の動きを指揮する司令塔の役割を担っていました。刻一刻と変化する戦況を見て指示を飛ばす姿は、まさに戦術家そのもの。このようにエミーは、現在の状況を素早く把握し、的確に対処することができます。テイルスとはまた違った形の頭脳タイプなんですね。そのため戦術については、高い評価としています。最後にメンタルです。ソニックに何度突っぱねられても決して諦めず、これまでずっとアプローチし続けているエミー。このことからエミーのメンタルは、相当強いということが予想できます。さらにエミーは、ソニックに振られた際に決して腐ることなく、ソニックに振り向いてもらえないのは自分の魅力が足りないからだと考えて、熱心に自分磨きに取り組むことができるんですね。加えて芯もしっかりしており、自分が正しいと思ったことについては、大好きなソニックと対立したとしても、決して曲げることはありません。このように非常にメンタルが成熟しているエミーですが、そうは言っても、彼女はまだ12歳。時にソニックとの関係性について思い悩むこともあります。そのためメンタルについては、星4の評価としています。このようにエミーは、ある程度戦える実力を持っていながら、戦術家としても優秀。さらにはメンタルも強めなので、実はかなり強いキャラクターだと思います。ですが、ことソニックシリーズに関しては、いかんせん他のキャラが強すぎる。マジでぶっ飛んでるやつばっかりだから、普通に強い程度じゃ上位に食い込むのは厳しいぜ。ということで今回のランキングでは、エミーは10位にランクインしています。第9位、ソニックシリーズのヴィランこと、ドクター・エッグマン。自分勝手でわがままな、自称悪の天才科学者です。世界を征服して、自分の理想郷であるエッグマンランドを建設するのが目的だぜ。そんなドクター・エッグマンが、なぜ9位なのでしょうか。まずはスピードについて。エッグマン自身は中年親父で体型もだらしないため、スピードとは無縁です。ですが、彼の作るロボットは非常に高性能。特にエッグマンが操縦するロボットの中には、ソニックと互角に戦える機体もあります。ソニックと戦えるということはつまり、ソニックのスピード感に対応できているということ。もっと言えば、操縦者であるエッグマンがソニックの速さに対応できているということになるので、スピードについては高めの評価としています。ちなみにこれはネタだけど、ソニック2で生身のエッグマンがソニックから逃げてる描写もあるぜ。もしかしたら、エッグマン本人も速いのかも。続いてはパワーです。こちらもスピードと同様、エッグマン自身のパワーは大したことないですが、彼の作るロボットたちは非常にパワフル。非常に巨大なロボットや、攻撃が激しすぎるロボットなんかもいたので、我々プレイヤーもかなり苦しめられてきましたよね。よって、エッグマンのパワーについても高めの評価としています。続いては体力。彼の年齢や体型を考えると、決して基礎体力は高くないでしょう。ですが一方で、エッグマンは戦艦の爆発に巻き込まれても無傷だったり、宇宙空間に放り出されても無事に戻ってきています。ソニックの攻撃を直接食らっても、あいた、程度で済んでいるので、耐久力に関してはかなり高いと考えられます。よって、体力についても高めの評価。次に IQ です。エッグマンの IQ は300を超えており、アインシュタインを軽く凌駕しています。実際に一人で大量のロボットや戦艦を作ってきた実績もあるので、IQ については、文句なしの最高評価としています。次に戦術です。エッグマンはいつも思いつきやノリで作戦を決めており、さらに思いついた作戦は絶対に成功するという、謎の自信を持っています。そのため毎回爪が甘くなり、ソニックたちに敗北する羽目に。IQ300 もあるのにいつもソニックに負けている理由は、戦術をろくに考えてないからと言っても過言ではないので、戦術については最低評価としています。最後にメンタル。エッグマンは、自分の作戦が失敗したりソニックに負けると、我を失うほど怒り狂います。すべてが自分の思い通りにならないと、我慢ならないんですね。ただアニメソニック X においては、他のキャラクターを諭すような場面もあったので、多少は大人な部分もあるようです。とはいえこれまでの言動を見ると、決してメンタルが強いとは言えないと思いますので、メンタル面についても低めの評価としています。このようにエッグマンは、非常に優れたロボットを開発できるものの、自分に対する過度な自信から、いつもソニックたちに敗北してしまっています。逆にエッグマンが冷静に物事を判断するタイプだったら、ソニックたちも叶わないかもしれないぜ。能力だけで見たら、ソニックシリーズでもトップクラスの実力者なのは間違いないですね。第8位は、セクシーな女コウモリ、ルージュザバット。宝石専門のトレジャーハンターで、狙った獲物は必ず手に入れるのがモットーです。正義や道徳よりも、損得感情で動く現実主義者だぜ。そんなルージュが、なぜ8位なのでしょうか。まずはスピードについて。ルージュはスピードタイプではないのでそこまで速くはないですが、背中の翼で空を飛ぶことができるので、機動力は高いと思われます。
そのためスピードについては、真ん中の星3としています。続いてはパワーについて。ルージュは腕力はあまり強くないですが、その代わり脚力がすごいです。ルージュのキックは、エッグマンのロボットさえも一撃で粉砕するほどの威力。さらには、足で地面を掘ることもできます。よってパワーについては、高めの評価としています。次は体力です。体力面を判断できるシーンはほとんどないんですが、ルージュは自ら先陣を切って進むタイプではなく、他人をうまく利用して目的を達成していくタイプです。そのため、体力はそこまで高くないと予想できます。とはいえトレジャーハンターを営んでいるため、最低限の体力は持っているはず。よって体力は、真ん中の評価としています。続いては IQ です。ソニックアドベンチャー2のムービーにおいて、エッグマンの基地や軍のコンピューターをハッキングしている描写が確認できるため、IT に関して高いスキルを持っていることが予想できます。またルージュは、トレジャーハンターを営む傍らで、政府のエージェントとしても活動中。エージェントの報酬としてちゃっかり宝石を要求しているなど、他人との交渉スキルもかなりのものです。そもそもトレジャーハンターと政府のエージェントを両立させている時点で相当頭がいいと考えられますので、IQ については高い評価としています。次は戦術です。ソニックアドベンチャー2でエッグマンと行動を共にしていた際、戦況が悪いとミルやカオスエメラルドを奪って早々に逃げ出そうとするなど、ルージュは常に全体を俯瞰し、自分に一番メリットがある行動を取ろうとします。最小の努力で最大の利益を得ようとする彼女は、まさに戦略家と呼ぶにふさわしい。よって戦術については、高めの評価としています。最後にメンタル。ルージュは以前、政府のエージェントとしてエッグマンの元に忍び込んだ実績があるので、彼女のメンタルは相当強いと思われます。メンタル弱かったら、そもそも潜入操作なんてできないですからね。ですがルージュは、その状況把握能力の高さゆえに、少々諦め癖があるキャラクターでもあります。例えば、爆弾が仕掛けられた島に閉じ込められた際には黙って死を受け入れたり、自分たちが乗ったスペースコロニーが墜落しかかっている時も、もう終わりよ、私たち、などと発言していました。メンタルが強いことは間違いないと思いますが、この諦め癖を考慮して、今回のランキングでは星4と評価しています。このように全体的に高ステータスなルージュですが、逆に言うと飛び抜けて高いステータスも見当たりません。加えてルージュの性格的に、無駄な戦闘は極力避けるでしょうし、不利な状況に陥ったら早々に降参するでしょう。どちらかというと潜入や諜報が得意で、戦闘でパフォーマンスを発揮するタイプではないと思われますね。よって今回のランキングでは、8位ということになりました。同率8位、E123、オメガ。エッグマンが作った最強の機体であり、ソニックアドベンチャー2で瀕死の重傷を負ったシャドウが復活した際のサポート、及び暴走時の抑止を目的に作られました。そのためシャドウが目覚めるまではエッグマンの基地に封印されていたんですが、オメガは自分がなぜ封印されたのかを聞かされていなかったため、自分を封印したエッグマンに恨みを抱いています。見るからに強そうなデザインがたまらないぜ。そんなオメガが、なぜ8位なのでしょうか。まずはスピード。オメガはその巨体がゆえに、移動速度はかなり遅いです。歩行時の速度はこの程度ですし、背中のブースターを使えば多少早く移動することもできますが、それでも他のキャラクターよりだいぶ遅いですね。そのためスピードについては、低めの評価としています。続いてパワーについて。ソニックヒーローズというゲームでは、全12体の操作キャラクターの中で、最強の攻撃力を備えていたオメガ。さらには、究極生命体であるシャドウの暴走を抑止するという役目も負っていることから、オメガのパワーはシリーズ中でも最高クラスだと考えられます。よってパワーについては、最高評価としています。次に体力です。オメガは非常に硬い装甲を持っているため、ちょっとやそっとの攻撃ではびくともしません。また2006年発売のソニック・ザ・ヘッジホップ、通称シンソニというゲームでは、200年間もスリープ状態で眠っていたにもかかわらず、再稼働後にすぐ戦闘に参加したという実績もあります。よってオメガは、ソニックシリーズのロボットの中でもかなり頑丈な部類に入ると考えられるので、体力についても高めの評価としています。続いて IQ。オメガは自分で考えて行動することはあまりなく、誰かの命令で動くことが多いです。そのため IQ はそこまで高くないと考えられますが、一方で受けた命令は確実に遂行するので、頭が悪いわけでもなさそうです。よって IQ については、真ん中の星3としています。続いては戦術です。オメガの口癖は、排除、消滅、抹殺。その言葉の通り、自分の邪魔をする者は即排除という、非常に短絡的な思考をしています。ロボットであるため敵の捜索や情報収集などはある程度できますが、判断は常に脳筋スタイル。そして力技が通用しないとやられてしまうため、戦術とは無縁なキャラクターだと言えますね。よって戦術については、低めの評価としています。最後はメンタル。オメガはロボットであるため、感情の起伏は小さめです。ですが、例えばソニックヒーローズというゲームで落ち込んだ仲間を励ましたことがあったり、シンソニでは、自分が未来の世界でシャドウを封印したことを、正直にシャドウに打ち明けたりもしています。このことから、他人を思いやる心や、後ろめたいことも正直に話せる強さを持っていると予想できますね。よってメンタルについては、高めの評価としています。このようにオメガは、作中で最高レベルの攻撃力と頑丈さを持ったキャラクターなので、大抵のキャラクターには負けないと思われます。
ただそれでもやはり機動力に少し不安があるので、スピードが速い相手とは相性が悪いかもしれないですね。そのため今回のランキングでは、8位にランクインしています。第6位、豪快パワフルハリモグラ、ナックルズザエキブナ。ソニックのライバルであり、喧嘩仲間であるナックルズ。エンジェルアイランドという空飛ぶ島に一人で住んでおり、マスターエメラルドという巨大な宝石を守っています。またそれと同時に、トレジャーハンターとしての一面もありますね。腕力が非常に強く、メインの攻撃方法はパンチ。他にも壁登りや滑空など、非常に多彩なアクションを持っています。実はスーパー化もできちゃったりするぜ。シリーズ中でも屈指の実力者であることは間違いないですね。そんなナックルズが、なぜ6位なのでしょうか。まずはスピードについてです。ナックルズはスピードタイプのキャラクターではありませんが、かといって足が遅いわけではありません。また滑空を使って空を飛ぶこともできるので、機動力は高そうです。よってスピードについては、高めの評価としています。続いてはパワー。ナックルズはシリーズを代表するパワーキャラであり、公式サイトの説明を読むと、ナックルズの拳は岩をも砕く威力だそう。実際ゲーム中でも、巨大な岩盤を簡単に打ち砕いている描写が確認できますね。また戦闘においては、自慢の拳で敵を打ち倒すだけでなく、地面に拳を叩きつけた衝撃で敵を攻撃する、ボルカニックダンクという技を使って、大量の敵を一気に倒すこともできます。このようにナックルズは、作中でも最高レベルのパワーを有していると考えられるため、パワーについては最高評価としています。続いては体力。ゲーム中では、崖を登ったり水中に潜ったりと、かなり過酷な冒険をしているナックルズ。トレジャーハンターとして活動していることからも、体力はかなり高い方だと考えられます。よって、体力も高めの評価としています。次は IQ です。ナックルズは初登場時からエッグマンの嘘に騙され、ソニックと敵対しています。その後も幾度となくエッグマンに騙されているため、IQ はあまり高くないと考えられますね。他にも、ソニックライダーズという作品でテイルスからメカの説明を受けた際、話が全く理解できずに目を回していたので、難しい話も NG のようです。よって IQ については、低めの評価としています。次は戦術。とりあえず相手をぶっ飛ばせばいいんだな、というのが、ナックルズの口癖です。IQ があまり高くないこともあって、事前に作戦を練るタイプではないですね。ですがナックルズは、かつて最強と呼ばれていた戦闘民族、ナックルズ族の末裔であるため、その戦闘センスは抜群です。相手の力量を推し量る能力も優れているので、あらかじめ作戦を考えたりはしないものの、戦闘中は臨機応変に立ち回ることができると考えられます。よって戦術については、高めの評価としています。最後にメンタルです。ナックルズは一族の最後の生き残りであり、物心がついてからずっと一人で、マスターエメラルドを守護しています。たった一人でも心細さを感じることなく任務を全うできるため、メンタルは相当強いでしょうね。またソニックアドベンチャーというゲームでは、自分の一族が過去に大罪を犯したことを知りましたが、それを知ってもわずかに動揺するだけで、メンタルは保っていました。自分のルーツに関わる衝撃的な出来事でしたが、すぐに目の前の問題に立ち返り、ソニックたちと共に世界を救っていましたね。以上の点から、ナックルズは非常に強い精神力を持っていると考えられるので、メンタル面については高い評価としています。このようにナックルズは、圧倒的なパワーを持っていることに加えて、スピードや体力、メンタルについても、非常に高いポテンシャルを有しています。加えてスーパー化もできるので、これまで紹介してきたキャラよりは間違いなく強いでしょう。ただ一方で、頭脳についてはポテンシャルが低いので、力技が通用しない相手にはかなり相性が悪いはず。以上の観点から、今回はナックルズを6位にランクインさせました。第5位は、対ソニック用戦闘メカ、メタルソニック。エッグマンによって作られた高性能ロボットで、見た目はもちろん、パワーやスピードなども、オリジナルのソニックに引けを取らない性能になっています。さらに、自らをメタルオーバーロードという姿に改造した際は、ソニックたちが総出で挑んでやっと倒せたくらい、強大な力を発揮しました。そんなメタルソニックが、なぜ5位なのでしょうか。まずはスピードについて。メタルソニックのスピードは、ソニックと同等レベルです。これはつまり、音速のスピードを出せるということになるので、スピードに関しては、シリーズ中でも最高レベル。さらにオーバードライブという機能を使えば、瞬間的にソニックを上回る速度を出すこともできるので、スピードについては文句なしの最高評価としています。次はパワーです。パワーについてもソニックと同程度という記述がありますが、そもそもオリジナルのソニックがパワーキャラではないため、このメタルソニックもそこまでパワフルなキャラクターではないと思われます。ですが、メタルオーバーロードという姿に進化した際は、スーパー化したソニックとテイルス、ナックルズの3人がかりでやっと倒せたくらい強力になっていたので、この時のパワーはかなり強いと考えられますね。よってパワーについても、最高評価としています。続いて体力。メタルオーバーロード状態の時に、スーパーソニックの攻撃を何度か耐えられていたこと。また通常時も、ソニックに負けて動けなくなったことは何度かありますが、完全に壊れたことはないので、耐久値はかなり高いと考えられます。よって体力についても、高めの評価としています。続いて IQ についてです。
メタルソニックは極端に口数が少ないため、IQ を予想することは難しいんですが、全ての性能がソニックと同程度であるという点から考えると、IQ 値は一般的なレベルだと思われます。オリジナルのソニックも特別賢くはないですが、かといってバカというわけでもないですからね。よって IQ については、中間的な評価としています。続いて戦術です。ソニックと勝負をする際、いつもメタルソニックは真っ向勝負を挑んできます。誰よりも速く、誰よりも強ければ最強だという考えで動いているので、基本的に戦術とは無縁ですね。一方で、強い人物のデータをスキャンするために、エップマンに変装して相手をおびき寄せるといった作戦を実行したこともあるので、力を得るためには多少の戦略は考えるようです。よって戦術については、真ん中の評価としています。最後にメンタルです。ソニックヒーローズでソニックたちに負けた際、俺が本物のソニックだと発言するなど、メタルソニックはソニックに対する強い劣等感を抱いていると考えられます。またこの時は、ソニックに勝ちたい一心で暴走状態になっていたので、とてもメンタルが強いとは言えないですね。よってメンタルについては、低めの評価としています。このようにメタルソニックは、ソニックと同等のスピードを持ち、メタルオーバーロード状態ではパワーや体力も高いため、かなり強力なキャラクターであると言えます。ただ一方で、ソニックたちに勝てたことがないのも事実なので、このランキングでは5位にランクインしました。同率5位、誇り高き炎の使い手、ブレイズ・ザ・キャット。ソニックたちとは異なる世界に存在する、ソル広告の公女様です。2005年発売のソニックラッシュで初登場し、ソニックと共にダブル主人公を務めました。ブレイズは炎の使い手で、火を使ったいろんな技が使えるぜ。またソル広告に眠る宝石、ソルエメラルドの力を使うと、バーニングブレイズという姿に変身することもできます。バーニングブレイズはスーパーソニックにも引けを取らない強さで、ラスボス戦に参加したこともあるぜ。このことからも、ブレイズはシリーズ中で屈指の実力者であることがわかりますね。そんなブレイズが、なぜ5位なのでしょうか。まずはスピードについて。ブレイズの移動速度は、かなり速いです。デビュー作のソニックラッシュシリーズでは、ファイヤーブーストという技を使ってステージを疾走。新ソニでもかなりのスピードを出していました。よってスピードについては、高めの評価としています。続いてはパワーです。ブレイズは炎の使い手であるため、炎を使った色々な技を使うことができます。例えば炎をまとって敵に体当たりするスピニングクローや、炎の爪を使って攻撃するファイヤークロー。バーニングブレイズになっている時は、火の玉を放つこともできます。どれも非常に強力な技で、食らった相手はひとたまりもありません。よってパワーについても、高い評価としています。続いては体力。ブレイズはソル広告の工女であるため、普段は色々な業務に追われています。そのため、普段はあまり体を動かすことはないでしょう。ですがいざという時には、自ら前線に出て戦える実力を持っているので、ある程度の体力はキープしているはず。よって体力についても、高めの評価としています。次は IQ。一国の主であるブレイズは、日々国中の問題に対処しています。そもそもある程度頭が良くないと国王は務まらないと思いますので、IQ についても高めの評価。続いて戦術です。ブレイズは基本的に冷静沈着なので、戦闘においても無茶な戦い方はしません。時々熱くなってしまうことはありますが、それでもパワーでゴリ押すようなことはしないですね。また国民からの信頼も厚いようなので、国もうまくまとめられているのでしょう。このことからも、ブレイズは周囲の状況をしっかり把握し、適切に対処する能力が高いと考えられるので、戦術についても高い評価としています。最後にメンタルです。初登場時は、国王としての責任感から若干暴走気味だったブレイズですが、ソニックたちとの冒険を経て精神的に成長。今ではみんなのお姉さんのようになっていますね。また新ソニでは、未来世界を滅ぼした炎の魔物、イブリースを封印するために、迷わず自分を犠牲にしたこともあります。もともと責任感が強く、誰かを救うためなら迷わず行動できるキャラクターなので、メンタルは相当成熟しているのでしょう。よってメンタルについては、星5の評価としました。このようにブレイズは、シリーズ中でも屈指の戦闘力を持ちながら、頭脳やメンタル面でも非常に優秀です。加えてバーニングブレイズに変身してパワーアップすることもできるので、間違いなく作中で最強クラスのキャラクターになるでしょう。このブレイズに勝つためには、相当ぶっ飛んだ力を持っていないと厳しいぜ。間違いないですね。ブレイズに勝てる見込みがあるのは、正直あの3人だけでしょう。ということでここからは、いよいよトップ3の発表です。第3位、史上最速のハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。皆さんご存知、ソニックシリーズの主人公です。普段はお調子者でひょうひょうとしてるけど、いざという時には必ずみんなを助けてくれる、最高にかっこいいヒーローだぜ。またカオスエメラルドを使ってスーパーソニックに変身した際は、他の追随を許さない圧倒的な強さを見せます。そんなソニックが、なぜ3位なのでしょうか。まずはスピードについてです。ソニックはその名の通り、音速の速さで走ることができます。車に追いつくなんて朝飯前で、後ろ走りで飛行機と並走することもできちゃうんですね。さらに、実は音速以上のスピードを出すこともできて、アニメソニック X の第1話では、実際に音速を超えたスピードで道路を疾走し、ソニックブームを発生させました。
またスーパーソニックになった際は、光の速さに限りなく近い、亜高速のスピードを出すこともできます。よってスピード面については、文句なしの最高評価としています。続いてはパワーです。ソニックのアクションは、体を丸めて敵に体当たりするホーミングアタックやスピンダッシュなど、スピードを活かしたものがメインです。持ち前のスピードを利用して技を出すことが多いんですね。とはいえ通常の格闘技も使えるので、パワーが弱いわけではないでしょう。よってパワーについては、星3としています。続いて体力。常に驚異的なスピードで走り回っているソニックですが、疲れている描写はほとんど見られません。ソニックが疲れている数少ないシーンが、通称 IDW ソニックと呼ばれているアメコミで見られるんですが、その時はほぼ不眠不休で、数日間走り続けたという状況でした。これくらいのことをしないと、ソニックが疲れることはないんですね。ちょっとスタミナのレベルが違いすぎるぜ。また耐久力も驚異的で、ソニックフロンティアというゲームで巨大な敵に思いっきり投げ飛ばされた際、特に怪我をすることもなく、ケロッとしていました。このようにソニックは、スタミナも耐久値も超一級品になっているので、体力については高い評価としています。次に IQ です。ソニックは物事を深く考えないタイプで、例えばエップマンから明らかに罠だとわかる挑戦状が届いても、すぐそれに乗っかってしまいます。そのためよく色々なトラブルに首を突っ込んでいるんですが、ソニックの場合は頭が悪いというよりは、わざとやっている感じがしますね。ソニックは常に刺激を求めているため、たとえトラブルになるとわかっていても、わざと首を突っ込む癖があるんです。実際にはソニックの IQ は普通くらいだと思いますので、今回は真ん中の評価としています。続いて戦術。さっきも言ったように、ソニックは常に刺激を求めているため、戦闘でもその場その場の駆け引きを楽しむ傾向があります。ですがやろうと思えば戦術も考えられそうな雰囲気はあるので、今回は真ん中の評価としています。最後にメンタルです。ソニックはいついかなる時でも、心に余裕を持っています。例えば敵にやられてフラフラになっても軽口を叩いたり、自分の身が危ない時であっても、落ち込んだ仲間を励ますことができるんですね。どんなに絶望的な状況でもなんとかなると思って行動し、その結果本当に事件を解決したことが何度もあるので、ソニックのメンタルはとんでもなく強靭であると予想できます。よってメンタルについては、文句なしの最高評価としています。このようにソニックは、圧倒的なスピードと、それを戦闘に活かす抜群のセンスを有していることに加えて、目立った短所が特にないという非常に強力なスペックを誇っています。加えてスーパー化することもできるので、正直めちゃくちゃ強いです。これまで何度も世界を救ってきたし、正直ソニックが1位でも全然おかしくないぜ。むしろなんで1位じゃないんだと思った方もいるかもしれませんが、実はソニックシリーズの中には、このソニックであってもおそらく勝てないであろうキャラクターが、2人いるんです。そしてその2人が、今回のランキングの2トップに君臨してるんですね。その2人とは、一体誰なのか。続いては、第2位のキャラクターの発表です。第2位は、未来からやってきたハリネズミ、シルバーザ・ヘッジホッグ。彼はもともと未来の世界の住人でしたが、シルバーの住む未来世界は、イブリースと呼ばれる炎の魔人によって滅ぼされており、見るも無残な姿になっています。そんなある日、シルバーはメフィレスと名乗る謎の人物から、イブリース出現のきっかけとなった、イブリーストリガーという人物の存在を聞かされます。そして過去に戻ってそのイブリーストリガーを消せば、未来を救うことができるとのこと。未来を救いたい一心だったシルバーは、メフィレスの言葉を信じ、ソニックたちの住む過去の時代へとやってきました。シルバーのもう一つの特徴は、サイコキネシスやレビテートなどの超能力を使えることだぜ。人や物などを自由自在に操ることができる、非常に強力なキャラクターですよね。加えて新ソニの終盤ではスーパー化も果たしたので、ソニックシリーズの中でも屈指の実力者であることは間違いありません。そんなシルバーが、なぜ2位なのでしょうか。まずはスピードについて。シルバーを操作している時の移動速度は、普通くらいです。ですが超能力を使えば一時的にスピードを上げることができますし、ムービー中でも超能力を使って、かなり激しい戦闘を行っていることが確認できます。シルバーは走る速度は速くないですが、超能力を使えばものすごい速度を出すことができるんですね。よってスピードについては、高めの評価としています。次はパワーです。シルバー本人はそんなに力があるタイプではないですが、やはり彼の使う超能力が非常に強力。ソニックの動きを完全に封じたり、岩を持ち上げたり、壊れた建造物を修復することもできちゃいます。またソニック公式サイトに掲載されている壁紙カバーストーリーでは、崩れかかった巨大な橋を丸ごと支えたこともあるので、パワーについては最高評価としています。次は体力。未来の世界で炎の魔人たちと日夜戦い続けていたはずですので、シルバーの体力はかなり高いと言えるでしょう。また超能力を使うにも体力が必要ですが、作中でシルバーが疲れている様子はほとんど見られません。さっき紹介した壁紙カバーストーリーで橋を支えた際はさすがにきつそうでしたが、逆に言えばそのレベルにならない限りは体力が持つということ。よって体力についても、高めの評価にしました。次に IQ。初対面のメフィレスの言葉を信じて、イブリーストリガーことソニックを消そうとしたことがあるシルバー。公式サイトにも、少し突っ走りやすいところがあると記載されているため、IQ はあまり高くないと考えられます。
ただメフィレスを信じてしまった時のシルバーは、荒廃した未来世界を救いたい一心だったという事情がありますし、未来を救うためとはいえ人の命を奪って良いものかと自問する場面もあったので、完全な脳筋というわけでもなさそうです。シルバーの場合は IQ が低いというより、まだまだ若いために突っ走ってしまうことが多い、といった方が正しいでしょうね。よって IQ については、真ん中の評価としています。続いて戦術です。シルバーは超能力という非常に優れた力を持っていますが、だからこそその力に頼りすぎてしまい、超能力でゴリ押すような戦い方をしてしまうことが多いです。そのため戦闘慣れしているキャラクターと戦った際には、うまくあしらわれて負けてしまうこともしばしば。よって戦術面については、低めの評価としています。最後にメンタルです。イブリースによって滅ぼされた、未来の世界で生まれたシルバー。俺が生まれた時から、この世界は終わっていた、というセリフからもわかるように、シルバーは生まれた時からこの荒廃した世界しか見たことがありません。ところがそれでも、シルバーは世界を救うことを諦めておらず、日夜イブリースと戦い続けています。また、新ソニの終盤で世界が崩壊し、さらにソニックが死んでしまった際には、テイルスやシャドウですらもうダメだと諦めていたにもかかわらず、シルバーだけは決して希望を捨てませんでした。このようにシルバーは、シリーズ中で最も過酷な運命を背負っているにもかかわらず、誰よりも希望を抱き続けているキャラクターです。よってメンタルについては、文句なしの最高評価としています。このようにシルバーは、超能力という非常に強力な武器を持っていることに加え、どんな状況でも決して諦めない、強靭なメンタルを有しています。まさに王道のヒーローのようなキャラクターですね。ただし、まだ人との戦闘に関しては経験不足で、せっかくの才能を活かしきれてない様子もちらほら。ポテンシャルがトップクラスなのは間違いないから、今後が本当に楽しみなキャラクターだぜ。またシルバーは、作中で何度かソニックと戦っているんですが、その勝率はかなり高いです。ソニックは接近戦が得意であるため、超能力で相手の動きを操れるシルバーとは、かなり相性が悪いんですね。特に新ソニでは、ソニックが手も足も出ずにやられてしまう様子が何度も確認できるので、シルバーはソニックより上の、2位にランクインしています。ソニックシリーズ最強ランキング。栄えある第1位は、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。ソニックに似た黒いハリネズミであり、エップマンの祖父によって生み出された究極生命体です。初登場時はソニックたちの敵として立ちはだかりましたが、その後はソニックたちとも和解し、世界の危機を何度も救うヒーローになりました。ただ完全にソニックの仲間というわけでもなく、あくまでも利害が一致した時は手を組む、といった程度の関係性です。またシャドウも、ソニックやシルバーと同様にスーパー化することができます。加えてそれ以外にも、カオスエメラルドの力を使って色々な技を繰り出すことができるなど、作中で最もカオスエメラルドの扱いに長けた人物、という側面も持っています。そんなシャドウが、なぜ1位なのでしょうか。まずはスピードについてです。シャドウはソニックと同じく、音速で走ることができます。作中では何度もソニックと対戦していますが、いずれもソニックと互角のスピードを披露し、激しい戦いを繰り広げています。実は最高速度はソニックより若干遅いらしいですが、それでも他のキャラクターと比べると驚異的なスピードを持っているため、スピードについては最高評価としています。続いてはパワーです。実はシャドウには、ブラックアームズという宇宙人の遺伝子が組み込まれています。そしてこのブラックアームズは非常に凶暴な戦闘種族なので、その遺伝子を持つシャドウの戦闘力も非常に高いです。作中ではソニックと同じくスピンやホーミングアタックが使えるほか、通常の肉弾戦でも高い戦績を誇っていますね。さらにカオスエメラルドの扱いにも長けており、その力を槍状にして放つカオススピアや、自分の周囲に大爆発を起こすカオスブラストなど、他のキャラクターには扱えない強力な技も使うことができます。よってパワーについても、文句なしの最高評価としています。次は体力。普段は非常にタフで、疲労の色を見せることはほとんどありませんが、時折自身の持つ強大な力に肉体が耐えきれなくなることがあります。特に腕のリミッターを長時間外してしまうと、体力を使い果たして動けなくなってしまうんですね。実際ソニックアドベンチャー2では、宇宙空間で体力を使い果たして地球に落下してしまったこともあるので、普段はタフなことは間違いないんですが、若干体力に不安が残りますね。よって体力面については、星4としています。続いては IQ です。新ソニで未来の世界に飛ばされた際、周囲の状況を確認してすぐに未来に飛ばされたことに気づいたり、全ての黒幕であるメフィレスの思惑にも、誰よりも早く気づいたシャドウ。その IQ 値はかなり高いんじゃないかと考えられます。また、普段は政府のエージェントとして活動しているので、かなり優秀な頭脳を持っている可能性が高いですね。よって IQ については、高めの評価としています。次は戦術です。シルバーとの戦いで、ここぞという時にカオスコントロールを発動して戦闘を有利に進めた実績があるなど、シャドウは戦闘においても常に頭を使って戦います。またソニックアドベンチャー2では、エップマンを巧みに騙して自分の計画に利用したこともあるので、シャドウは戦略家としても相当優秀であることが予想できますね。よって戦術についても、高めの評価としています。最後にメンタルです。以前は記憶喪失になっていたり、自分の生まれた意味を模索していたシャドウ。その時はかなり精神的に不安定だったのですが、最近はだいぶ落ち着きつつあります。
精神を揺さぶられるような言葉をかけられても、しっかり自分を保てるようになりましたね。ただ少々自分の力を過信しすぎるところがあり、そのためにピンチに陥ることもたまにあります。特に IDW ソニックでは、自分の力を過信して突っ走った結果、敵の手に落ちてしまうという最悪の展開になったこともあるので、メンタルについては星4としています。このようにシャドウは、体力とメンタルに多少の不安はあるものの、それ以外の要素はどれも作中で最高レベル。加えてスーパー化もすることができるので、ソニックシリーズで最も強いキャラクターであると言っても過言ではないと思います。2位のシルバーすらも手玉に取るほどの実力者なので、今回のランキングでは、文句なしの第1位とさせていただきました。ソニックシリーズ最強ランキング、いかがだったでしょうか？このランキングに納得された方も、このキャラはもっと上なんじゃないかという意見がある方も、ぜひコメント欄にコメントしていってください。各キャラの思い出なんかも大歓迎だぜ。たくさんのコメントお待ちしています。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。